中世ヨーロッパおよび中東は2つの勢力に分かれていた。キリスト教勢力とイスラム教勢力だ。両陣営の境界には常に緊張が走り、たびたび争いが起きていた。最前線で戦うはビザンツ帝国、東ローマ帝国ともいう地中海東にあるキリスト教国の筆頭格である。しかし11世紀になると新たな勢力が東ローマの存在そのものを脅かし始める。セルジューク朝の登場だ。中央アジアで生まれた彼らは南へ拡大し、イスラム教スンナ派を取り入れ、一大帝国に成長していった。1071年、マンジケルトの戦いでセルジューク朝はビザンツ帝国に大勝。アナトリア半島の大部分を征服していく。ニカイア、そしてアンティオキアなどキリスト勢が深く根付いていた都市もセルジューク朝の手に落ちた。だが1092年、セルジューク朝の君主マリック・シャーが死去すると、この大帝国はバラバラになり始める。ビザンツ帝国はさらなる攻撃と侵略にさらされた。群雄割拠となったイスラム勢力の将軍らが新たな領土を求めたからだ。1095年、ビザンツ帝国の皇帝アレクシオス1世コムネノスはローマ教皇ウルバヌス2世に救援要請を出した。同じキリスト勢力の仲間として軍事支援をしてほしいと頼んだのだ。このような軍事支援の要請は過去にも何度か行われていたが、今回の要請は話を意外な方向に転がし始める。要請を受けたウルバヌスはこれを絶好の機会と捉えた。というのも、この頃のキリスト勢力は西のカトリック教会と東の正教会に分裂し対立しており、この溝を埋めて自らの権威を強めれば、当時文字通りのじゃじゃ馬だった西ヨーロッパの豪族たちを統治できると考えたのだ。さらにイスラム教徒を追いやり、彼らに400年支配されていた聖地エルサレムを奪還するチャンスだとも考えた。フランスのクレルモンでウルバヌスは聖職者や貴族を集め、後に有名になる演説を行った。窮地に陥っている東の仲間を助け、その先の聖地イスラム勢力に支配され続けているエルサレムを今こそ取り戻そうという演説だ。ウルバヌスはまた人々を鼓舞するためにこう述べた。金銭欲や名誉欲のためでなく、純粋にエルサレムの解放を目指し聖戦に臨む者はこれまでの罪が許される。何らかの罪を犯して天罰や懲罰に怯えていた人々に対し、この聖戦に参加すれば罪を帳消しにすると宣言したのだ。さらに目的地であるエルサレムは他に例を見ない魅惑的な都市であり、この世で最も神聖な地と考えられていた。ウルバヌスが行ったこの演説は聴衆を熱狂させ、人々はこう叫んだ。デウスウルト、デウスウルト。神の御心のままにという意味である。こうしてエルサレム奪還の聖戦を始めようとする熱狂がヨーロッパ中に伝播。貴族や騎士だけでなく、一般市民も遠征への参加を望み、戦いの準備をし始めた。彼らは仲間を識別する印として十字模様の入った服や旗を持った。この装いはクルチェ・シグナトゥスと呼ばれ、ひいてはクルセイダー、つまり十字軍と呼ばれる。十字軍の中には富や名声を得ることを動機とする者もいた。しかし圧倒的大多数が求めていたのは宗教的・精神的な救いだ。死後地獄の業火に焼かれることを恐れていた人々は、この遠征に参加することで魂が救済されると信じていたのだ。ウルバヌスは当初
十字軍を貴族に率いさせ、熟練の騎士と兵士で固めようと考えていた。しかし自らの演説がうまくいきすぎて、一般市民や農民までもが参加したがった。民衆のリーダー的存在となったのは、フランスで辻説法をしていた司祭インジャ・ピエールで、彼が率いた一般市民による十字軍を民衆十字軍と呼ぶ。ドイツのラインラントで民衆十字軍の一部がイスラム教と同じく異教徒であるユダヤ人の居住区を襲撃。女子供を問わず5000人を虐殺し、命だけ見逃した相手からも金品を略奪した。この虐殺は十字軍本来の目的ではないと非難されたが、あまり意味はなかった。1096年夏、2万から4万人の大所帯に膨れ上がっていた民衆十字軍は東に向けて大移動を始めた。一番大きな部隊を率いたのはピエールで、ドナウ川沿いに歩を進める。しかし民衆はあまり規律が取れておらず、遠征の準備も不十分だった。ハンガリーで食料が底をつくと、民衆は本来仲間であるキリスト教徒の農村を略奪しながらビザンツ帝国へと至った。コンスタンティノープルに着くと、ビザンツ皇帝はこのお粗末な軍隊を煙たがり、すぐに敵地であるアナトリア方面へ渡らせた。いよいよイスラム世界に入るが、所詮民衆の集まりであるこの軍は、現地の屈強なトゥルク軍の返り討ちに遭い、死死類々となった。その頃ヨーロッパ内では、有力な貴族や領主らが聖地エルサレムを目指し、各々が遠征軍を組織し始めていた。組織の練度も装備品も民衆十字軍に比べてはるかに優れていた。ロレーヌからはゴドフロワ・ド・ブイヨン、兄のウスタシュ3世、そしてボードゥワン1世、フランス国王フィリップ1世の弟ユーグ1世、フランドルからはロベール2世、ノルマンディーからは同盟のロベール1世、ブロワからはスティーブンことエティエンヌ2世、プロヴァンスからはレーモン4世、後に十字軍のまとめ役として活躍することになるアデマール・ド・モンテイユもこれに同伴した。南イタリアからはボエモン1世と甥のタンクレード、あまたの軍が東に進軍し、一旦コンスタンティノープルに集結した。こうして形成された十字軍は総勢6万人とも言われる。この規模は西ローマ帝国の崩壊以来、ヨーロッパ最大の大軍だ。もともとビザンツ帝国の皇帝アレクシオス1世は、自分でコントロールできる範囲の小規模な軍隊が来てくれればよいと考えていた。しかし蓋を開けてみれば、手に負えないほどの一大武装集団が押し寄せた上、過去の因縁から敵対関係にあったボエモンも来ていることを知り、十字軍への不信感を募らせる。そのためアレクシオスは十字軍に食料や資金の援助はするものの、十字軍遠征が成功した暁には獲得した領土をすべてビザンツ帝国に引き渡すよう要求した。そしてついに十字軍の大所帯はボスポラス海峡を渡り、アナトリアに進軍する。先に壊滅した素人集団の民衆十字軍と違って、こちらは強大な軍隊であり、兵士は堅牢な鎧を身にまとっている。しかしアナトリアの慣れない地形や暑さ、そして迎え撃つテュルク人の素早い奇襲戦法に対応しなければならない。十字軍にとって幸運だったのは、この時のイスラム世界やセルジューク朝が分裂混乱していたことだ。地方の有力者は内戦に明け暮れており、エジプトのファーティマ朝も同じありさまだった。
このような事情でイスラム側は十字軍を迎え撃つ体制が取れず、そもそも十字軍の目的も強さも理解していなかった。十字軍はまず6週間の包囲戦を経てニカイアを征服した。しかし共に戦っていたビザンツ帝国の方が征服地の主導権をつかみ、十字軍の将軍たちには不満が募る。ビザンツ軍と十字軍の関係に亀裂が入る出来事となった。ともかく一行は内陸に向かって猛暑の中を進軍する。2つの隊に分かれ、片方はボエモンが、もう片方はゴドフロアが率いることになった。ドリュラエウムでボエモン部隊の前衛がトルコ軍の待ち伏せ攻撃を受けた。十字軍に関する各記録に基づいて当時の戦況をなるべく忠実に再現する。ボエモンは待ち受けるトルコ軍がかなりの大所帯であることを知り、後衛部隊に連絡係を送って援軍を求めた。次に攻撃のための騎士を編成し、後ろの歩兵には円陣を組ませ、その中に非戦闘員を囲って守ることにした。十字軍は四方八方からの攻撃に苦しんだ。トルコ軍は弓と槍を雨のように放ち、攻撃しては退却するヒットエンドラン戦法を繰り返す。十字軍の騎士はエンジンの方まで押し戻されていった。数時間にわたり防戦一方で損害を増やしたが、陣形は持ちこたえた。その間、ゴドフロワやその他の部隊はここに加勢すべく急いで駆けつける。到着した部隊はすぐ戦闘に加わった。トルコ軍の左翼では十字軍の部隊が地の利を生かして奇襲を仕掛け、トルコ軍を混乱させることに成功した。陣形を整え直した十字軍は総攻撃を仕掛け、トルコ軍はついに崩壊、ちりぢりになって敗走した。この戦いは十字軍にとって大きな勝利となった。というのも、これ以降トルコ軍からほとんど抵抗を受けることがなくなり、アナトリア半島をやすやすと進めるようになったからだ。ヘラクレアでトルコの小規模部隊を打ち負かした後、十字軍は二手に分かれた。主力部隊はカッパドギアの山中を進むが、猛暑の中での長距離行軍に苦戦。水や食料不足で兵士も馬も倒れていった。一方、ボードゥアンとタンクレードの部隊はおそらく都市を襲って金品を奪う目的で南側を進み、タルススなどの集落を占領していった。タンクレードは主力部隊に合流したが、ボードゥアンは地元アルメニア人のキリスト教徒に誘われてエデッサに向かうと、現地の統治者に自らを後継者と認めさせることに成功し、ほどなく最初の十字軍国家エデッサ伯国を建てる。その他の十字軍は予定通りエルサレムを目指して進み、アンティオキアに到着した。しかしこの都市は堅牢な城壁に守られていたことからなかなか進行できない。その間に病気や飢餓、敵の包囲攻撃に苦しむ十字軍は壊滅寸前に追い込まれる。奇跡でも起きない限り全滅は免れない状態だった。1097年10月、ローマ教皇ウルバヌス2世が人々に十字軍遠征を促す演説を行ったあの日から2年が経とうとしていた。十字軍は大都市アンティオキアの前まで到達している。この地は十字軍が目標とする聖地エルサレムの間に立ちふさがるトルコ最後の主要都市だ。しかしアンティオキアは難攻不落の都市だった。要塞は
高さ300メートルに上る山の上にあった上、都市を包囲しようにも広すぎる。十字軍は城壁の外でキャンプを張り、無意な時間を過ごすしかできなかった。そのまま冬を迎え、食料が底を尽きる。ついに馬も人も餓死し始めた。ビザンツ帝国の支配下にあるキプロス島から救援物資が送られるも十分な量ではなかった。さらに十字軍の包囲を崩そうとする敵からの攻撃を受け、アンティオキア湖の戦いが起きるもこれには勝利した。しかし勝ったとはいえ十字軍の状況は絶望的だ。死者や脱走兵が徐々に増え、軍の士気は低下した。3月になってようやく十字軍の艦隊が豊富な物資と増援を届けに来た。ある夜、ボエモンとその部下60名が南壁の見張り塔を訪れた。実はあらかじめ門番の責任者に賄賂を渡し買収することに成功したのだ。夜が明けるとボエモンの部隊が城門を開け、それに続いて各部隊が壁の中になだれ込む。十字軍は兵士だけでなく民間人も虐殺していき、民衆は山の上にある要塞に逃げ惑った。アンティオキアの攻略に成功したのだ。それでも安心はできない。トルコの大軍勢が組織され、ケルボガ将軍指揮のもと十字軍撃退の準備を進めた。まずケルボガ軍は十字軍国家になっていたエデッサを包囲攻撃したが、3週間後に包囲をやめ、目標をアンティオキアに移す。十字軍は先の戦いで疲弊しており、食料も足りず包囲される側になってしまった。悪いことに今回はビザンツ帝国からの援軍も来ることはない。というのもビザンツ皇帝アレクシオスは十字軍が壊滅したという間違った報告を受けていたからだ。トルコ軍の反撃を恐れた皇帝はコンスタンティノープルまで撤退していた。その後アンティオキアでイエス・キリストの処刑時に脇腹に刺されたとされる槍、聖装が見つかったとされ、十字軍の士気が高まった。十字軍は数で大きく劣っていたが、アンティオキア市街地の外でイスラム軍に挑む。聖装発見により士気は高まっており、神の加護を信じながら十字軍はイスラム軍に突撃した。結果は十字軍の勝利、イスラム軍を撃退したのだ。ケルボガは部下の裏切りや敗走を非難し、キャンプに火を放った上撤退せざるを得なかった。山の上の城壁にいたイスラム軍はこの十字軍の奇跡的勝利を目の当たりにし、すぐさま降伏した。1098年の夏、エジプトのファーティマ朝がトルコのアルトゥク朝からエルサレムを奪取した。エジプトの宰相アル・アフダルはエルサレムをめぐって争ったトルコ人を最大の敵とみなしていた。そのためトルコを攻撃する十字軍と同盟を結ぼうとしたこともあった。しかし十字軍側は興味を示さない。十字軍は占領したアンティオキアで5ヶ月ほど過ごし、物資を集めたり今後について話し合っていた。ブロワのスティーブンとベルマンドアのユーグ一世は遠征を諦め帰国した。ここでボエモンは占領しているアンティオキアは自らのものであると主張し、ビザンツ皇帝アレクシオスに獲得領土を引き渡すという誓いを破ることにした。アンティオキアで戦っている際に皇帝が大した援助をしなかったから領土を引き渡す誓いも無効だと主張したのだ。司教アデマールが病死すると十字軍の内部分裂が進む。アデマールは十字軍の精神的指導者であり、軍のまとめ役だった。一方十字軍はマールラとアン・ヌーマーンで民間人に対する虐殺と飢えをしのぐための人肉食を行った。
一般兵士からの圧力により十字軍の指導者らは意見の食い違いを抱えながらともかくエルサレムへの進軍を再開したが、ボエモンは例外的にアンティオキアへ残り、アンティオキア公国の建国を宣言した。十字軍がファーティマ朝の領土に入ると、現地の統治者たちは十字軍との戦闘を避けるべく資金や物資を献上。多くの村が放棄された。いよいよエルサレムに迫る十字軍は、現地の井戸が毒で汚染され、木は切り倒され、動物も追い払われていることに気づいた。十字軍に村を利用させないようにする衝動作戦だ。そんなことがありながらも、十字軍はついにエルサレムに到達。彼らは念願だった聖地を前にして膝をつき、喜びの涙を流した。しかし深刻な問題がある。十字軍の戦闘員は1万2000人に減り、エルサレムを包囲するには不十分で、食料や飲料水も不足していた。生きながらえるにはエルサレムを攻略するしかない。エルサレムは不毛の地で、十字軍が工場兵器を建設するのに必要な木材は取れなかった。そのため6月13日に行われた最初の攻撃は簡単に撃退されてしまう。4日後、仲間であるジェノバのガレー船が救援物資を乗せヤッファに到着したが、すぐに敵のファーティマ朝艦隊によって海上封鎖され、船は帰れなくなった。そこで船員たちは船を解体し、木材をエルサレムまで運んで利用することにした。こうしてどうにか木材を調達した十字軍は工場兵器を2つ建設することに成功した。これは車輪のついた塔のようなもので、エルサレムの外壁に設置することで壁の上からエルサレム内部を攻撃する代物だ。塔の一つはレーモン4世率いる部隊のもとに、もう一つはゴドフロア率いる部隊のもとに設置された。7月8日、いよいよ本攻撃を控える十字軍は神の加護を求めて外壁の周囲を行進し、近くにあるオリーブ山で礼拝した。本攻撃前夜、ゴドフロアは工場兵器の配置場所を急遽変えることにし、壁の守りが薄い部分に移動させた。1099年7月15日、最後となる攻撃が始まる。北手はゴドフロアの部隊が塔から壁を越え、城壁内に侵攻していった。市内に入るなり、宗教的に正当化した殺意が発動し、十字軍は兵士も民間人もユダヤ教徒もイスラム教徒も女子供も問わず虐殺していった。見るも無残な虐殺の限りを尽くしたが、この時代としてはこういった蛮行は珍しいことではなかった。こうして十字軍は地理的な不利を覆してエルサレム占領の目的を達成した。1ヶ月後のアスカロンの戦いで、十字軍はエルサレム奪還に向かってきたファーティマ朝の軍を撃退した。誓いを果たした十字軍兵士はほどなくヨーロッパに帰還。エルサレムを守るためにゴドフロア率いる300人の兵士だけが残り、ゴドフロアは自らを聖なる墓の守護者と名乗った。この一大行軍を始めた張本人である教皇ウルバヌス2世は、エルサレム占領の知らせを生きて聞くことはできなかった。というのも、エルサレム陥落のわずか2週間後に死去していたからだ。新たな十字軍国家が次々に建国されていく。エルサレム王国、トリポリ伯国、アンティオキア公国、エデッサ伯国。しかしイスラム勢力に囲まれ情勢は安定しない。イスラム世界の人々からすれば、このありさまはとんでもない蹂躙であり、黙って見過ごせるはずもない。
すぐに十字軍国家への反撃が始まり、聖地エルサレムも2世紀にわたって戦場と化す。これを受けてヨーロッパからは新たな十字軍が発足することになるが、第1回十字軍に匹敵する成功を収める軍は二度と現れることはない。